こんばんは、萌えと申します。今年2月から着物マムという YouTube チャンネルを運営しております。海外に向けて日本の家庭料理を紹介するチャンネルです。今もこのようにお着物を着させてもらってますが、昔京都の祇園という花町で舞妓と芸妓をさせてもらってました。今日はそのあたりからお話しさせていただこうと思います。きっかけは高校1年生の時、宿題で地元京都の伝統的な職業を調べる機会があって、その時にいろんな職人さんたちがそれぞれの役割を持って京都という町を彩ったはんやなっていうことにすごい感動して、これはもう私にはこれしかない、舞妓になって私も京都の一部になると決めました。お家に帰って両親に高校中退して舞妓になりたいって言ったらすごい驚いていて、最初はすごい反対やったんですけど、最終的には、父に自分の人生やから自分で決めたことなんやったら責任を持って頑張りなさいと送り出してもらいました。祇園では置屋さんという、住み込みでお世話になるお家に入ります。中には祇園のお母さん、おかみさんのことですね。で、芸妓さんと舞妓さん、あと仕込みさん、10人での共同生活。2段ベッドの1段だけが自分の空間でした。仕込みさんっていうのは舞妓さんになるための1年間の修行期間のことなんですが、そのうちは朝早起きてお掃除を洗濯して舞のお稽古に貸してもらって、お姉さん方のお手伝いをして京都のしきたりを覚えて京言葉も教えてもらって、いろんなことを学びながらあっという間に過ぎていく1年でした。で、やっと1年後、祇園の舞妓さんとしてデビューしました。その日から朝はお稽古へ行って夜はお座敷に出る忙しい毎日が始まります。やっと舞妓さんになれたっていう思いとは裏腹に、やっぱりお仕事としてお座敷に出るっていうのはそんなに甘いもんやありませんでした。花町というところは10代から90代までのお姉さん方が現役で、いろんな年代の方がそれぞれの価値観を持って生活している場所。そしてお座敷でお会いするお客さんたちはもう皆さん人生の大先輩の方々。当時10代やった私はその価値観が理解できないことも多く、またその舞妓さんっていうのは大きにお頼申します、すんまへんの3つの言葉さえあれば事足りるって言われるほど自分の気持ちを表に出さへん世界です。そのぐっと自分の思いを飲み込まんとあかんっていうストレスからか、だんだんと体調不良になってしまいました。いざお座敷へ向かおうとすると胃がキリキリ痛んでなかなか立ち上がれへんくなってしまったり、毎晩お仕事終わって帰ってきたら吐くのが習慣になってしまったり、気分転換しようと思って友達に電話しようと思ってもお仕事終わるのは夜中の2時3時、学生時代の友達にも電話できないので、学生時代の友達は疎遠になってしまって夜な夜な母に電話してました。母は夜中何時に電話してもすぐに電話を取ってくれました。今思うと毎晩かかってくると思って待ち構えてくれてたんやなと思います。泣きながら明け方まで話聞いてもらったこともあります。ある日あんまりつろうて、もうお母さん辞めたいって弱音を吐いたことがあります。もう毎晩相談してるもんやからもう戻っといでって言ってくれるもんやろなと思ってたんですが、母はその時に、私はあんたを置屋さんに預けた時、もうあんたのお母さんは私じゃなくって置屋さんのお母さんがあんたのお母さんやと思って覚悟した。あんたも自分で決めたことやったら
最後までやり通しなさいと突き放されました。翌日、自分から電話をかけてきたことのなかった母からの電話で、ちょっと勝手口に来てくれる？勝手口に降りてみると、そこには置き屋さんに内緒でタッパーに入った母の作ったカレーと手紙が置いてありました。母のカレーは私の大好物で、ちっちゃい時から嬉しい時も悲しい時もここぞっていう時に食卓に上がる私へのエールです。嬉しくて悲しくて悔しくって涙が止まりませんでした。そんなこんなの時期を乗り越えて、だんだんとごひいきにしてくれはるお客さんも増えて、周りにも恵まれてたことからお仕事自体楽しくなるようになりました。その後、お座敷で出会ったお客様と恋愛して結婚することになって引退しました。花街っていうところは閉鎖的な世界ではありますが、だからこそみんなで守り合って町の子を育てていくあったかい女性社会です。指先まで気を使うような所作やおもてなしの精神、花街は私を育ててくれた場所やと思っていつまでも感謝しています。その後の結婚生活では専業主婦やったんですけど、お料理したことなかったんでお料理学校に通わせてもらいながら、彼の仕事の都合で海外と東京と行ったり来たりの生活でした。日本食食べてみたいとのリクエストがよくあったので、日本から調味料を持って行ったり現地の材料を工夫して試行錯誤しながら、日本食を振る舞う機会がよくありました。何不自由ない生活をさせてもらってたので、若いなりにも妻として夫に尽くさんとあかんと思って一生懸命頑張ってたんですけど、やっぱり素を出すことのない芸妓時代にあってたからか、本音で喋ることは一遍もないまんまの結婚生活でした。次第に自分のことをカゴの中の鳥のようやなと感じるようになってしまってました。数年頑張ってみましたが、やっぱり自分の気持ちに正直に自分らしく生きていきたい、自由になりたいと、話しました。すると彼は、自分一人で生きていくのはすごい大変やで、でも自分で決めたんやったら頑張ってみなさい、お別れすることになりました。一人で帰国して東京に初めて自分のお金でちっちゃいアパートを借りました。祇園での生活とか結婚生活から離れてみて、やっと自由を手に入れたと思ってたんですが、彼の言う通り東京で一人で生活していくのは精神的にも金銭的にもめちゃくちゃ大変でした。でも自分から自由になりたいって言ったからにはと気張らんとあかんと思って、いろんなところを転々としながらがむしゃらに頑張ってました。月日が流れる中で彼のご親戚からがんが発覚して入院した。でも萌は自分の足で歩き出してるから絶対に知らせるなとのやり取りがあったことを知らされました。数ヶ月後、亡くなったと連絡がありました。いつか再会した時、彼に再会した時には幸せに頑張ってるよって胸張って言えるようにと思って踏ん張ってきてたので、なんであの時気持ちを切り替えて添い遂げられへんかったんやろうと、なんで人生の最後を一人で迎えさせてしまったんやろうと、自分のしてしまった取り返しのつかない後悔、選択をすごく後悔しました。しばらく何も手につかなくなって実家に戻ってたんですが、両親や周りの方々の支えもあり、もっぺん
天国の彼に頑張ってる姿を見せようと東京に戻りました。その後今の夫と出会いました。夫はもう私は恋愛なんかしたらあかんわと、結婚なんてもういっぺんもせえへんと思ってた私を変えてくれました。今までのことを全部私の気の済むまで何遍も何遍も聞いてくれました。自分らしくありのまんまでいられる、この人とやったら一緒に生きていきたい。再婚して子供にも恵まれました。子供が生まれてもうすごい幸せでしたが、慣れへん育児に追われる日々、なんかどんどんとこう社会と切り離されていくような焦りと孤独を感じていました。そんな時に海外の YouTuber さんから取材を受けました。内容は日本のお母さんと赤ちゃんの生活、今自分がフラストレーションに感じていた生活そのまんまが海外に向かって発信されました。そのコメント欄には意外にも世界中のお母さんたちから共感と励ましの声が綴られていました。それ見た時に、もう私なんか一人じゃなかったんやなと。今日も夜泣きで全然私は寝られへんけど、今この地球の裏側にも夜泣きで悩んだはるお母さんいはんやと思うと頑張れました。それと同時に発信することで社会とつながれることも知りました。今私にできることを考えた時に、着物と料理、それを掛け合わせて発信してみようと YouTube チャンネルを立ち上げました。普段料理している時も赤ちゃんがいると泣いたり抱っこしなあかんかったりと中断させられることは日常茶飯事です。それもそのまま動画にしてみました。育児一色やった専業主婦としての生活が動画を見てくれはる世界中の人たちのおかげでやっと色づき始めました。ある日 DM でドイツの視聴者さんの家族から「もえレシピいつも教えてくれてありがとう」と片言の日本語で動画が届きました。私に伝えるために日本語を練習して伝えようとしてくれていることにすごい感動して、その日から英語は全然喋れないんですけど調べたり視聴者さんに聞いたりしながら英語で発信するようにしました。昔海外で日本食を作るのに苦労した経験から、世界のどこにいても日本食を楽しんでもらえるように代用できるようなものを考えたりして海外の方でも作りやすい日本料理を発信しています。週に1回ぐらい娘が機嫌のいい時に撮影して夫にレシピの挿絵を描いてもらって、娘が寝た隙に編集して字幕をつける。だいたい1本10分の動画を作るのに編集だけで30時間ぐらいかかってます。育児をしながらなので作業量としては結構大変なんですが、動画を週1回の動画を楽しみに待ってくれてる人たちがいると思うとすごい幸せな時間です。今回クデに出させていただくにあたって自分の人生をゆっくりと振り返る期間をいただきました。10代で祇園にお世話になってからあと1ヶ月ちょっとで20代を終えようとしています。もうこれやって思うとどんどん突き進んでは周りが見えなくなってすぐに現実の厳しさという壁にぶち当たってきた私ですが、その節目節目に自分の人生やから責任持ちなさいっていう言葉に支えられてきました。
祇園で学んだ立ち居振る舞いや海外で挑戦した日本食、自由になりたいと願ったこと、取り返しのつかない後悔、今まで経験させてきたことすべてが私の財産です。今私もお母さんになって1年半、1年ちょっとですが、目の前にいる何よりも大切な娘と、隣で支えてくれる夫と、あと画面の向こう側で共感して励ましてくれる世界中にいる視聴者さんの皆さんのおかげで、やっと自分らしくいられる居場所がやっと見つかったような気がしています。これからも我が家のキッチンからありのまんまの姿をお届けしていきたいなと願っています。応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました。